赤いボタンを知ってるか、青いボタンを知ってるか、戦え今がその時だ、空を見ろ発進5秒前、海の敵を叩け。健太君、この手の絵は世界の宗教によく見られるものなんです。この壁画もその一つなんですよ。あの背中の光のようなものは神様や仏様の偉さを表すために描く降臨、オーラとかハローとかアーリオールとか、仏教では光背なんて呼び方もするんです。だけどおばあ、あの壁画豪将軍にそっくりだよ。きっと何か。敵機動部隊接近中。相変わらずのパターンだな。あと1年で蹴りがつくさ。正確にはね、305日と10時間23分15秒。あれ、詳しいな。ウェディングタイマーかけてんの。ウェディングタイマー？そう、本当はね、結婚式が決まったら日取りをセットしておくの。結婚式まであと何日かバッチリわかるわけ。でも残念ながらウェディングベルトはいかないわね。この鐘が鳴った時には私たちが生きられるか死ぬかがはっきりしてるわけ。自滅かないらしくないね、こんなムード。そうね、やるだけやりましょう。よし、レミキリ行くぜ。豪将軍ゴー。我々と毒浦の戦は休むことを知らずつ時は刻々と過ぎ去り、ビムラーの第4段階、運命の日まであと180日を残すのみとなる。ゴーフラッシャースペシャル。
豪商ますます磨きがかかって美しい。それしかないのかこのマンネリめ。ワンパターンも磨けば光る。豪将軍があの武器を使い始めてもう半年になる。なんとかならんのか。あの光を浴びるとメカの機能に異常が起こり操縦不能になります。あの光には想像を超えた能力があるとしか言いようがありません。どうしようもないというのか。これ以上イライラさせられるのはたくさんだ。しかし一つだけ我々にも希望があります。希望？我々のビムラーレーダーが感知したデータによるとビムラーエネルギーにわずかながら変化が見られます。第2段階を迎えたビムラーの爆発力は太陽系を完全に破壊するものです。しかし第3段階を迎えた現在の反応から計算すれば天王星付近までしか破壊できません。破壊力が弱まっているというのか。それも急速にです。計算によればあと180日と12時間でビムラーの破壊力は消え失せます。おそらくその時がビムラーの第4段階です。第4段階。その時何が起こるというのだ。わかりません今は。わからない？偉そうに人間並みのことを言うな。焦ることはない。最後はあのビブラーも我が手に落ちる。必ずな。健太君、あなたたちとこの旅を始めてからもう2年半になるのよね。早いわ月日の経つのって。オーバー、一人でいるとは珍しいな。私だって一人になりたい時もあります。健太はまたファザーのところに行ってるようだな。そうなんです。この頃は毎日ファザーの中に入り浸りです。健太君、これから君に宇宙の始まりを見せる。私たちが存在する宇宙が誕生したのは今から200億年ほど昔のことだと考えられています。ビッグソウルとでも呼ぶよりない何か巨大な力が起こした爆発、ビッグバンによってある日ある時突然この世に現れたのです。やがてその大爆発の中からさまざまな原始的な星雲が生まれたのです。ビッグバンが起こってから2億5000万年が過ぎていました。健太君、私からどんどん離れていってしまうようで。時が来れば親から離れていくものだ。その時黙って温かく見送ってやるのも親の務めじゃないか。黙って見送る。私たちの住む太陽系の始まりはビッグバンの後150億年後、今からおよそ50億年前です。私たちの見ている太陽は50億年前に生まれ今もずっと燃え続けているのです。銀河系の一角に生まれたガス状物質は中心を太陽として水星や火星や土星などを持つ太陽系となったのです。あなたの足元に広がる第3の惑星地球は46億年前に生まれました。生まれたばかりの地球は空気も水もないただの岩の塊のようなものでした。しかし内部に埋め込まれた得体の知れない放射性元素が地球を目覚めさせたのです。我々の旅が始まって2年半が経った。健太だっていつも10歳の子供ではない。一人歩きを始める時がいつかは来る。その時親の責任は終わるんだ。子供の未来は子供のもの、親の決めることではない。それはわかります。でもオーバー、君は健太の素晴らしい母親だ。地球は放射性元素によって目覚め活動を始めました。地球の内部に閉じ込められていたさまざまな気体が火山の活動とともに表面に吹き出され空気を水を作り出していったのです。わかった。その放射性元素がビムラーなんだよ。そして35億年前ついに生命が誕生したのです。健太君、私が君に伝えることはもうなくなった。これから真田博士の新しい遺言をお見せしよう。お父さん、
地球の生物は35億年の後人間まで進化した。だがこれはほんの始まりに過ぎない。始まり？いや、もしかしたらこれで終わりかもしれない。もうお父さん、始まりだの終わりだのもったいぶらずに早く話してよ。健太君、忘れたのですか？その真田博士は立体映像の遺言に過ぎません。落ち着いてください。一方通行か。分かったよ。続けてファザー。そして1908年、地球上の生命が新たなる段階へ向かう足がかりともいえるエネルギーが宇宙の彼方から飛来した。それがツングスカのビムラーだ。だが2階の土地に落ちたビムラーは地球の生命が新しい段階に向かうための素材を見つけ出せなかった。ケンタ、お前に会うまではな。じゃあ僕はビムラーに選ばれたの？私がビムラーを手に入れた時、たまたま私に子供が生まれた。それがビムラーが意図したことか単なる偶然なのか、それはわからない。お前は3つの時母さんが亡くなってから寂しさのせいか機械を友達と思うようになった。それが他の人と違うの？子供が人形や動物を友達として可愛がるのはよくあることだ。だがお前はメカを対等な友達として付き合い続けた。お前にはメカと心を通じ合える素質があった。心を通じ合える？ファザー、今日はここまででいいよ。どうしました？誰かがまた僕を呼び始めた。わかりました。場所は？整形71度、南緯53度。緊急瞬間移動開始します。おいおい、いきなりひでえぞ。何事だ？俺にもわからん。天才キリー・ギャグレーの頭脳をもってしても不可解。とっつぁんは一体何を考えているのやら。ほんと失礼しちゃうわ、コンピューター親父。あらら。あんまりドキッとさせないでほしいわ。およ、初公開レミーにドッキリ。俺グッドサンダーに乗っててよかった。何が？準備完了。瞬間移動開始。グッドサンダーの瞬間移動地点、南アメリカマゼラン海峡。何のつもりだこの移動は？瞬間移動も結構ですけどね、隊長。わけのわからないのは困りますよ。ほんと、プライベートタイムは大事にしてほしいわ。一体何のための瞬間移動なんです？そうよ、最近ファザーちゃん人権無視が目立ちません？ケンタがやったことだ。ケンタが？何かに呼ばれてここへ来たのだ。大変です。誰かケンタ君を止めてください。おば大丈夫だったら行かせてよ。いけません、一人で海底に出るなんて。呼んでるんだよ僕を。海と話せる人が僕を呼んでるんだ。だから行かなきゃ。こんな海の底にそんな人たちがいるはずありませんよ。いるんだよ、確かに。お願いだからその手を離してよ。オーバー、行かせてやれ。隊長、いくらなんでも無理です。慎吾、我々の旅の成否はケンタ次第で決まる。ケンタの自由にさせてやるんだ。俺たちの運命はあのおちびちゃんに逃げられちゃってるわけ？難しい話はパス。女はね、理屈は嫌いなの。隊長、私が潜水艇を操縦するわ。よし、俺も行こう。キリーとシンゴは敵に備えて待機しろ。ほら、こんな海の底にも生き物がしっかり生きてる。ファンタスティック、私好み。レミ、あの洞窟に入ってよ。オッケー。レミ、この近くにいるよ、僕を呼んだ人が。へえ、定めし人魚姫か海坊主。出るのはどっちじゃ？お楽しみ。
いや、君たちだね、僕を呼んだのは。誰と話してるの？あ、そうか、僕にしか見えないんだよね。最近お前たるんどりゃせんか？マゼラン海峡へ行って一発ぶち込んできたらどうだ？無駄な戦いは美しくない。どうせあと180日でケリはつくのだ。昔ね、海の言葉が分かって海と話ができる人がいっぱいいたんだ。ああ、子供の頃おとぎ話でよく読んだわ、そういう話。おとぎ話じゃなくて本当にいたんだよ。その魂は今もここにこうして生きているんだ。そうなの。でも凡人の私には見えないってわけね。まあいいわ。代わりに通訳してちょうだいね。デミ、信じてくれるの？信じるわ。占いとか魔術とか、ほらオカルトっぽいの好きだもん。私たちは君を待っていた。君にお願いしたいことがある。何をさせたいの？この僕に。ベーリング海峡へ行けと言うんだな。要するにベーリング海にドクーガの基地があって世界中の海流を動かしてるんですって。そうでしょ？うん。そのせいで海の自然や気候がおかしくなって海が泣いてるって言うんだ。誰が言うんだって？海と話ができるなんとかさんたちよ。それでレミーは見たのかい？そのなんとかさんたちを。おやな。でもさ、グッドサンダーの瞬間移動だって知らない人が聞いたら信じると思う？まあ信じないだろうな。俺なんかいまだに嘘みたいだもんね。ねえそうでしょ。だから信じられない話でも信じちゃう。女の直感ってわけ？そう、それよそれ。分かってないみたい。初めての先制攻撃仕掛けてみるか。ビムラー融合、目的地はベーリング海峡上空。グッドサンダーがベーリング海峡上空に移動しました。何？ベーリング海峡基地を破壊された場合、損害はドクーガーの年間予算3年分に相当します。また税金や物価を上げなければならないのか？これ以上の値上げは社会不安、パニックを世界中に巻き起こすでしょう。美しい自然を変えてまで儲けようとする。もともと賛成しかねる計画だったが。今回は誰が行く？ドクーガの全軍を使え。それはちともったいないのでは？ドクーガの破滅はお前たちの破滅だ。それがわからぬお前たちではあるまい。五将軍、ゴー！久しぶりのお出ましだぜ。ガンガン鳴らしちゃって焼けっぱちなんじゃない？それにしてもオーバーだぜ。それだけこの海底にある基地がドクーガにとって大切だということだ。心してかかれ。よーし、全軍徹底的にやれ。全軍攻撃開始。全軍攻撃開始。消耗戦か、虚しい。これじゃキリがないな。基地に突っ込んで一気に蹴りをつけようじゃん。了解。
五将軍を海に入れるな。体当たりで食い止めろ。ねえ、この戦いちょっと悲惨じゃない？メカ好きの健太なら泣いて怒るぜ。ああ、参るな。そこから海底に向けてゴーフラッシャーを撃て。オッケー、ゴーフラッシャースペシャル。海底基地機能停止。ブンドル全艦帰還する。戦いはまだこれから。勝負は決まった。引き際は潔くせよ。しかし基地は潰れたと決まったわけではあるまいが。さらばだ。海底基地浮上してくる模様です。おほら見ろ、基地はびくともしてないではないか。さすが我ら毒ウガの誇る基地だわ。なんと結局これか。五将軍帰還せよ。これで海は元通りになるんだね。でもまたメカがたくさん死んじゃった。僕きっとメカたちを助けてやる。命は一つ、地球は一つ、君は何になるのか。風になれるか、空を飛べるか。明日の君はスーパーヒーロー。21st century、 時間を超えて 21st century、 緑のこの星をその手で守れ。 Go 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 go、 戦国魔人五将軍。華麗なるクロージングは間近だ。レミー島田、ラスト単語は私といかがかな。あなたの心臓が止まったらお相手するわ。その日を楽しみに。次回戦国魔人五将軍決戦秒読み開始。あなたがもう少し人並みだったら好きになったかもね。トゲのある言葉すら美しく響く。ああ、開いた口も塞がらず。See you again。